どうも、ワンピースの弟、仮面 YouTuber、まっすぐ。今回は週刊少年ジャンプ2023年34号、ワンピース最新話1088話、最後の授業を考察します。この1088話は、八の戦争の終結。僕みたいな考察バカにはたまらない神回です。ガープとコビーの運命は一体どうなったのか。そんな1088話のキーワードは8です。まっすぐ考えていきましょう。よろしくお願いします。まだ読んでいない人やコミック化の人は多いネタバレを含む内容です。よろしいでしょうか。いきましょう。まずはいつものように話数の理論から考えましょう。1088話の類似話数は88話と188話です。88話は死んで、アーロンはナミに対して麦わらの一味の仲間なのか、究極の選択を突きつける。しかしこの二者択一の問題にナミは村の人たちに一緒に死んでと回答。一方1088話でも二者択一問題です。1088話の冒頭はガープの海軍アカデミー。ジジイと赤ん坊が猛獣だらけの島に取り残された。どちらかしかボートで助けられないならどちらを助けるか。この問題に新米海兵のコビーはそれなら自分が降りて2人を助けるとまっすぐ答えますが、その答えはガープ先生的には外れ。ガープ先生は若者の未来を選べという。君たちはどう生きるか。ガープ曰く若者の未来は無限。無限イコール8の字。8の字イコールコビーのメガネ。コビーのメガネは無限であり8。これは2年前トランプの考察動画でこのように考えました。こちらです。8の字メガネをつけている海軍コビー。おそらくクローバー8による勇気ある数秒です。コビーのメガネが8の字だからコビーを表す数字は8だって？こじつけだろこいつ。そんな声もありましたが、今ならどうでしょうか。1088話の蜂の巣で8の字メガネのコビーの覇王色が目覚めています。それはいわばコビーという卵が蜂の巣で孵化して巣立ったわけです。孵化とは英語でハッチ。ハッチとは孵化する、そして密かに企む、計画するという意味です。蜂の巣で無限の未来を持つ8の字メガネのコビーがハッチした。ガープが育てた卵が孵化した。ガープの教え子新米海兵たちが巣立つ。つまりある意味で蜂の巣はガープにとっての未来島。そんな1088話の最後にはエッグヘッド、卵も描かれているという美しいオチ。さらにコビーは新米海兵。新米とは米。米という漢字の由来は、米は田植えから収穫するまで88日かかる。米イコール88です。新しい88、それが新米。ガープが植えた新米コビーが1088話で収穫されています。天才小田栄一郎先生の驚愕の物語構成、お見事。脱線しましたが話を戻しましょう。次に188話はオカマ拳法。波に化けたボンちゃんに手を出せないサンジ。一方1088話ではアマゾンリリーから離れる四皇黒ひげと戦う許可が海軍本部から降りず、何も手を出せない海軍山火事。800人もの部下が目の前で拉致されてしまうのに棒立ちしているだけのうんこみたいなやつ。山火事、お前に正義はなかったんか。一方でコビーはブレない、まっすぐ。コビーはその部下たちの代わりに自ら黒ひげ海賊団に拉致されていきました。続いて1088話の反転話数も考えましょう。1088話をひっくり返すと881話波の部屋。ビッグマムの大波から逃げる麦わらの一味。この881話でナミはルフィを一人置いていく。それが一味を救うための船長命令だという。一方1088話では蜂の巣から仕方なく離れていくソードたち。1088話でもガープ一人を置いていく。それがガープの最後の授業。以上が1088話の話数の理論一つなぎです。
それでは本編の流れの考察をしましょう。1088話のスタートはガープに学ぶコビー。そこでコビーは命の二者択一問題を迫られている。これが1088話の話数の語呂合わせ1つ目、問う半々、問う半々、もしくは人を半々でしょう。そして先週1088話の蜂の巣には黒ひげが現れると予想しましたが、これは外れ。蜂の巣に黒ひげは現れませんでした。しかし1088話には登場しています。アマゾンリリーでの黒ひげでした。これが1088話の話数の語呂合わせ2つ目、ゼハハ、ゼハハでしょう。こちらは語呂合わせのみ先週予想できました。先週蜂の巣の結末はこのように考えました。こちらです。このようにガープには6つの死亡フラグがありますが、どうなんでしょうか。頂上戦争とつながっている蜂の巣戦争、その結末だけは真逆だったようです。つまりこの表では右上の黒ひげだけが外れ、頂上戦争の結末とは真逆だから黒ひげは蜂の巣には現れない。なぜ黒ひげのところだけ逆にしなかったんでしょうか。悔やまれます。黒ひげのところも逆にしておけば完璧な予想でした。その他の3人の結末はおおむね正解でしょう。場面は変わって蜂の巣、ソードたちの軍艦にピサロの巨大な手が迫る。砲撃は効かない、回避もできない。ガープはコビー、グルス、ヘルメッポに自分よりも軍艦の救出を命令。巨大な手を破壊する役目はコビーに任命。いつでも判断は一瞬、飛べ。命令を受けた3人は手早く動く、飛ぶ、巣立つ。これが1088話の話数の語呂合わせ3つ目、手早い。手早いでしょう。この時弾丸がコビーたちを襲いますが、これはヘルメッポが指令通り刀で阻みました。これが1088話の話数の語呂合わせ4つ目、銃阻む。銃阻むでしょう。ヘルメッポにもやっと見せ場がありました。ここで見せ場がないといつまでも人に頼るうんこみたいなやつのままでした。ヘルメッポの友情もまっすぐ。一方ガープは立ち上がり、その瞬間、ぬるいの青生地を超スピードで殴りつけ、さらにドクロ岩まで手早く駆け上がり、ギャラクシーディバイ。島と同化したドクロ頭が半分半分に割れる。これが1088話の話数の語呂合わせ5つ目、問う半々、問う半々でしょう。これも先週予想できました。島と同化したピサロはダメージを食らってややひるむ。その隙にコビーたちは手の方へ。ここでガープは頭より手の方へ行けばいいのに、そのようにも考えましたが違う。この戦いでガープは若き海兵たちと全ての奴隷たちの身代わりになろうとしている。伝説の英雄と呼ばれる自分が一人捕まればそれで収まると考えている。それはまるで自分がボートから降りると答えた新米コビーのように、800人の海兵の身代わりに捕まったアマゾンリリーのコビーのように、船には乗らないガープ。ここでガープはヘルメッポとの会話を思い出す。なんとコビーも人目をはばかって密かに軍艦バックの修行を行っていた。コビーは人の100倍、200倍、密かに努力をしていた。海軍将校になる夢のために。これが1088話の話数の語呂合わせ6つ目、人目をはばかる。人目をはばかるでしょう。そして密かに企むとは英語でハッチ。ガープの愛弟子コビーも青生地と同じように強力なげんこつを持っていた。受け継がれるげんこつ。ピサロの巨大な手が迫り絶体絶命のその時、コビーは覇王色を復活させる。オネスティインパクト。まっすぐ。ピサロの巨大な手が半分半分になる。これが1088話の話数の語呂合わせ7つ目、手半々。手半々でしょう。さらにこの技を語呂合わせするなら1088話の話数の語呂合わせ8つ目、ゼロを前につけてゼロを円と呼んでエンデバーパンチ。エンデバーパンチ。エンデバー努力パンチです。そして崩れ落ちる島の破片はグルスが八角形のグニョスでカバー。歓喜するソードたち。しかしガープはそのまま前進して蜂の巣を離れろという。
わしゃなんとでもなるわい。そしてガープは全員が海軍の未来だという。先週グルスの質問にガープは答えないと予想しましたが、これは違いました。ちゃんとガープは答えました。蜂の巣から孵化して巣立っていく新米たち。そしてガープは黒ひげ海賊団に囲まれて氷の刃にまっすぐ刺されてパキパキと凍るガープ。それでも笑う。その姿はまるでアルワールディサウロ。ロビンを島から脱出させて笑って凍っていったサウロ。未来へ届くように。しかしそう、サウロは生きていました。これまで青生地に凍結されたサウロ、ロビン、ルフィ、ドフラミンゴ、ヒバリ、黒ひげ海賊団全員が生存しています。青生地は実は一人も殺していない。氷の刃も見方を変えれば支流に刺された傷を止血しているようにも見える。つまりガープも生存。青生地は人を殺せない。それは先週考えた頂上戦争との表裏一体。ここでガープは笑いながら凍結しています。ワンピース考察でよく語られている理論 D は笑いながら死ぬ。ガープもそのように見えますが、これは以前も言ったように違うでしょう。パンクハザードのベルボやモネも D でなくても気に際に笑っています。逆に D の一族ネフェルタリ D コブラは無念の表情で死んでいきました。そしてさらに考えたいのは、ガープがもしも生きていれば黒ひげは引き続き政府との交渉材料としてガープを使えるという点です。黒ひげは英雄コビーを使って海賊島蜂の巣を世界政府公認の王国黒ひげ王国に認定させようとしていました。そして翌日の新聞はピサロさんの思惑とは違い、若き英雄コビーの生還と伝説の英雄ガープの消息不明を報じています。傭兵は死なず、ただ消え去るのみ。しかしガープは結果的に若き新米海兵たちと大量の奴隷たちを解放しました。それはある意味でガープの勝利ではないでしょうか。黒ひげ海賊団たちの悔しそうな顔でそれはわかります。つまり友情のヘルメッポ、努力のコビー、勝利のガープ。少年ジャンプのテーマ、友情努力勝利。それが1088話。少年ジャンプは先週創刊55周年を迎えました。老いたガープが少年から成長した若き海兵たちに未来を託す。そんな蜂の巣の話は聖地マリージョアのイグ様と五老星の話の後に語られています。そこでも同じく老いた D コブラ王が若き D サボに未来を託していました。つまり不老のイグ様や五老星はガープやコブラ王とは逆の存在。やはり3年前に考えたように天竜人たちは若さを独占している可能性。元天竜人ドフラミンゴが治癒能力を持つマンシェリー姫を独占していたように、ワポルが医者を独占していたように、天竜人たちは若さを独占しているのか。さらに2年前の動画ではローの白煙病とは逆に天竜人たちはじわじわと若返る生命の果実。それはオペオペの実と奴隷たちの命から作られた神の実。そんな果実をゴッドバレーで製造しているとも考えました。そのゴッドバレーは蜂の巣だけでなく、オペオペの実のローが蜂の巣で海賊たちの心臓を100個奪った事件、ロッキーポート事件ともつながっていそうです。これらの考察結果も気になるところです。脱線しましたが、さらに新聞はルフィによるエッグヘッド立てこもり事件も報じています。いよいよ次回からはエッグヘッド編でしょう。エッグヘッド編の間に差し込まれた数々の事件、それは終わってみれば4コート革命軍の活躍でした。ただし蜂の巣で気になるのはモリアとペローナがどうなったのか、2人はソードの船に乗っているのか気になるところですが、続いては次号1089話の展開を話数の理論から予想していきましょう。1089話の類似話数は89話と189話です。89話は交代。ルフィが戦いの場にカムバック戻るです。こことつなげるなら1089話では誰かがエッグヘッドに戻るのか交代するのか、
次に、189話はミスター2ボンちゃんとの戦いが決着して、サンジと小さな友情が芽生えている。さらにビビは戦いを止めるために、宮殿を破壊しようとしている。ここと繋げるなら、1089話では、ベガパンクが自らラボを爆破しようとするのか。過去にはフランキーがベガパンクの研究所の自爆スイッチを押して爆破していましたが、もしくはバスターコールかもしれません。次に反転話数も考えましょう。1089話をひっくり返すと、981話参戦。ワノ国にカムバックするリゾートネコマムシ。そしてマルコも戦いに参戦する。やはり1089話では誰かが参戦しそう。そんな1089話の話数の語呂合わせはかなりたくさん考えられそうです。停泊、呪縛、討泊、倒幕、重役、純白などが考えられそうです。その中で呪縛と倒泊があるなら、ヨークがエクエットのシステムをハックしてドムシューズでルフィ以外の足を固定するのか、もしくは倒幕で海軍がエクエットにバスターコールをかけるのか。以上です。皆さんはどう思いましたか？ご意見やご達成欲しいなどがあればコメント欄までよろしくお願いします。ありがとうございました。チャンネル登録やコメントよろしくお願いします。